このお店のいいところは店員さんが全て焼いてくれる。俺は座って食べるだけ。次に目を開けた時はもう食べれるかも。それはないわ。正直今日は飲んでも秒で汗になる。見せつけられる必殺技。秘技一連の流れでサムを作って食べる。チロよぎょー。選手交代のお知らせです。直近お肉は冷麺を経由地に指定する。アジア最大のハブ空港はこのサービス冷麺。韓国ソウル地下鉄ソクチョン古墳駅。着いた。歴史と生活が共存する穏やかな住宅地。ソンパクは久々に来たな。さて今日行くところはこっち。今日の料理撮影するのも久々。韓国を代表する大衆的なメニューよね。そんなことを考えながらソクチョン古墳の街をコチュワサビが今日も行く。2番出口を出て直進。そうそう、これは気になる名前でもあるよね。駅名に古墳って入ってるもんな。百済時代の古墳群があるらしい。ここから見えるわけないけど。古墳もかなり気になるけど、その前には腹ごしらえをしなければならない。路地に入るとデカデカとこいつが目の前に現れる。バベルの塔。いや違う。ロッテワールドタワー。韓国で最も高いビルとなっている。できても結構経つ気がするけど、何が入っているのか未だに分かってない。この辺は日本人にも馴染みのあるお口の恋人のロッテ天国やしね。まっすぐ歩いてくると見逃せない文字を発見。コリアンソウルフード。カルグクス、ボリパッとか。まあそれもわかるけど、本当のソウルフードは今日食べに来てるこの料理がソウルフードにふさわしくない？あ、ヤクルトレディ。いやそれちゃう。着いた。早くもう腰たー。ネガセンがカノンソウルフードパロイデジカルビ。今日のお店はウンブッコルスプルテジワンカルビ。この画面に全く同じ文言2つ書いてあるんやけど、肉を食べた方は冷麺サービス。ランチメニューもあってすでに店内は結構にぎわってる。カルビタンもいいな。でも冷麺もらわんと決意を固め入店です。こちらのメニューでもほぼ一択。もちろんメインはテジワンカルビ。その下にはステーキテジコギというメニューも書かれてる。あとはランチメニューがあったり、ご飯、ケランチムのおかわり、テンジャンチゲのおかわりというのが書かれてある。おかわりっていう言葉は見逃してはダメ。わかるよね。後ろも全く同じメニューやったし、もうこれしか頼まんし、早速注文していく。よぎよー。왕갈비 2인분하고요. 왕갈비 2인분. 예, 그리고 진로 한 병 드셨구나. 예. もうほんまムシムシしてて1秒でも早くあいつを入れたい。水分補給。そう、店名にも書かれてあるスップルやからね。ここに入れてくれるらしい。できた。すぐ入れたい。ぐる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 。汗もこの回転とともに飛んでいくでローリング。俺の気持ちが伝わったんか、テーブルの上には瓶のみなのよ。正直今日は飲んでも秒で汗になる。本日1杯目。指先、足の先まで染み渡る感覚。まずこれが運ばれてきた。リング状に並べられた炭。王冠かと思ったね。いや、その前に一句。大書かな。古墳の土に時眠る。ありがとうございます。店内は結構広めで綺麗な感じ。家族連れや会食なんかでも利用しやすそう。そんな時、
お肉が運ばれてきた。炭火という試練を経てゆっくりと人相を変えていくはず。このお店のいいところは店員さんが全て焼いてくれる。俺は座って食べるだけ。まずは骨の部分をカットして去っていかれる。ハサミもトングも持っていかれる。触るないうことや。この色、この肉に巻かれて寝たいわ。この骨もじっくりじわじわきつね色まで。俺はやることないから目つむっとこ。次に目を開けた時はもう食べれるかも。それはないわ。そんなジャンプカットみたいなことせえへんで。色が変わっていく姿も堪能するのがグルメの基本。生焼きやけどこれだけでも俺食べたいかも。それはグルメとしては失格です。なんて一人で突っ込むのに忙しい俺の目の前では忙しくハサミも動く。損パグのカリスマ美容師。回転。言葉通りの手持ち無沙汰。それを見かねて準備してくださった基本のおかずは玉ねぎの入ったソース、スンドゥブ、ヤンニョムケジャン、水キムチ、サラダ、玉ねぎの漬物、サムジャン、ケランチム、そしてニンニク。最後はサンチュとエゴマの葉っぱ。まずはこのケランチムから。ガマちゃん語、手地カルビの煙がおつまみになってたからちょうどええわ。熱々やけどこのふわふわさが食事開始の合図。この間にも汗が噴き出してる。目の前に炭火があるしね。だからこまめに水分補給。まずはペロッと一舐め。もう一つ気になってたおかずがあったよね。ヤンニョムケジャン。そいつも一つかみ。肉を切るハサミよりもこっちがええよね。まずはグイ。肉が焼き上がるまでの時間はいろいろ出してくれるおかずで口は大忙し。その間にも頻繁に店員さんはお肉のお世話をしてくれる。色合いになってきた。もう我慢できひんかも。一定のリズムで切られるお肉。座布団みたい。そこに座りたいわ。炭火がある間は汗が溢れ出てくる。見せつけられる必殺技、網スライディング。ここで置かれるニンニク。いい感じに焼き上がったお肉は炭と同じくリング状に置かれていく。やっぱりおかんかと思ったね。自分で焼くとなかなか難しい手地カルビ。完璧な焼き色や。初手のダブル手地カルビ。チリチリとじっくり焼かれてるので、まずは我慢でき。一口。肉厚で柔らかい。タレが深部まで染み込んでるんやけど、そのタレが甘すぎない。これはええぞ。ニンニクは少し避けておいて混ぜてやる。いい匂いしてるやん。なのですぐさまパクリ。一気に香ばしさが広がる。止まらずお肉に手が伸びる。甘さを引き算した絶妙な味。こいつも呼んでしまう。ヤンニョムと炭火の共犯関係。そこにガマも仲間入り。こりゃもう止まらんで。パクまでが早い。肉の旨味を引き立てるヤンニョムのコクが憎い。憎すぎる。肉を制御できてへん。ずっと食べてる。この暴走を鎮め秩序をもたらす特派員が必要や。よぎょー。공기받고 하나만 더。待ってる間にはこのスンドゥブ。ご飯を待ちながら時間をつなぐ。口を一度リセットしてあげよう。オープン。スンドゥブにも負けない白さ。早速手に持ったスプーンにご飯を持っていく。欲張らず一切れ。制御できてるやん。でここにはこれが必要。サムジャン。その頂点に降り立つ。俺個人的には手地カルビご飯と一緒に食べるのが大好物。大きく口に運んでいく。味付けが濃すぎひんからご飯なくても食べやすいお肉やけど、この食べ方はロマンなんよね。サムジャンが味をサポート。こいつは名参謀って言うんだろう。ここで水キムチ。
お肉の脂気を酸味で洗い流す。すべての蒸し暑さが飛んでしまうほどの破壊力。ええわ。あかん。すぐ制御も吹っ飛ぶ。この顔、もう一切れ。こちらは手近指の王道の食べ方。お肉と一緒に玉ねぎも上に乗せ、引き上げる。なんかオブジェみたいになってもうたけど、それも微笑みでかわすことのできるこの余裕さ。うまいもんの前では、人は優しくなれるよね。汗が止まらん。そりゃそうよ。飲んでは汗。飲んでは汗。トングをつかむ。焼いた後はトングもハサミも授与してくれるからね。骨の部分の様子を一度伺ってみる。これ炭下げてもらってもええねんけど、この骨の部分じっくり焼いてるからさ、ちょっと我慢せなあかんのよ。だから補給必須なんよ。お口直しに玉ねぎの漬物。パクッと入れると時間差でこいつも出してくれるのよ。サービスやで。ご飯を頼めば天ジャンチゲも出してくれる。メニューのおかわりの意味分かったでしょ。これが俗に言うイヨルチヨル。湯気とともにいい匂いが鼻に入る。スープは少し濃いめの色してるけど、ご飯のお供にはちょうどええ。じゃあまずは地獄から救った具たちをパク。一時停止からのリバース夫婦。何も起こってないかのようにうまいことごまかせた。これが正真正銘のイヨルチヨル。夏を乗り切るんや。止まるな。前進するのみ。無計画で前進すると怪我するで。俺は修行済みやから大丈夫。ただこの天ジャンチゲは超重要人物。ご飯、そしてお肉。さっきと同じようにスプーンの上に庭園を作る。軽く風。やっぱさっきの熱かったんやとバレないように上からはサンジャンも乗っける。これはお肉を食べてるわけではない。ご飯を食べてるわけでもない。そう。天ジャンチゲを美味しく食べるための過程に過ぎないのである。また汗。ニンニク。追加で入れておら熱い。ヨルチヨル。いやこれ違うやろ絶対に。熱かった。もうちょっとしたら炭を下げてもらおうと思ってるから入れておく。少し混ぜておいて火の強い場所に移動。移動したついでに向こう側のお肉もずっと熱い。ヨルチヨル。もうええて。ヨルチヨルの使い方違うってコメントに書かれるで。そんなコメントはフーフーして飛ばしてやる。あ、そうや。ヒギ一連の流れでサムを作って食べる。今日はちょっと手近指でテンション上がってるんやと思う。汗も吹き出してじっとできひんねやと思うわ。とにかくうまい手近指に冷えたガバちゃん。そいつらが俺をそんな風に変えてしまったことだけは間違いない。サンチュ。そしてエゴマの葉っぱ。さっきちょっとフライングしたけど正式に作っていく。ご飯。もちろんここではダブル手近指。欠かせないサンジャン。余熱で柔らかくなるニンニク。合体。肉とともに最強の補佐官たちを迎え入れ、一気に包み込む。やっぱりでかい。これがサムの醍醐味や。暴力的なまでの口内調和。野菜のみずみずしさと炭火で焼いた肉の香ばしさ。事前準備しとけよかった。ガマちゃんで確実に完璧にサムを流し込む。2本あるうちの1本目の骨を確保。じっくり中まで焼かれてたから丁寧にフーフーしていく。さあ手近指の向こう側へ。骨に注意しながら肉だけをかじる。油っぽくなったらサラダで中和。骨周りはボーナスステージ。一かじり、一ご飯、そして一かじり、一天ジャン、ごくり。骨にギュギュってくっついてる肉ほどコクがあってうまかったりする。1本目クリア。ここまでお世話になったご飯も完食。チロ書いてある。これは絶対にもらわんと。だってこのためにわざと残してるからね。よぎよー。물냉면 하나 주세요. 예. 来た。選手交代のお知らせです。サービスやからってすぐ出してくれるんじゃなくて、
頼んでから出してくれるのがええよね。まずはスープをごくりと入れる。蒸し暑さと冷たさとの温度差で頭が破裂しそう。ご会長、もう少しだけ味を追加させていく。お酢を少々。この冷麺こそが今日の肉の共演を完成させるための最後の一手。からしは本当に少し。こいつらはスープの輪郭を少しだけ鋭くするためのスパイス。グッバイ。麺も蚊に刺されたように十字に直近。サービスやのに結構入れてくれてるよね。冷麺を器からつかみ上げ口に運ぶ。これなんよ。喉越し。熱を帯びた胃袋が一気に静まり返っていくのがわかる。貴重な一本。ガマちゃんも浮き輪の空気を入れ始める。冷麺の冷たいスープでプカプカと浮かんでやろうぜ。グイグイ。冷麺はやっぱりお肉と一緒に。余計な油がきれいさっぱりこの酸味で洗い流される。そうなったら別々に食べるのはもどかしい。お肉は冷麺を経由地に指定する。アジア最大のハブ空港はこのサービス冷麺。スープもごくごくと飲む。ちなみにビビン冷麺も指定できるで。俺は手地カルビには水冷麺やけどね。手地カルビも最後の2切れ。最後も経由地に到着。甘さも控えめでふわっとした食感のお肉に始まり、ご飯、そしてサービスの水冷麺まで。これが手地カルビのゴールデンコース。炭火の前で熱くて溶けそうやったけど、大げさではなく完全回復。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ソウルフードはやっぱりこれ。だから最後の一滴まで。今日の肉の記憶をこの一杯でなぞる。本日最後の一杯。最後はやはりこれで締める。表面はカリカリと中はジューシーさが残る骨のお肉。ここは俺の古墳となってしまう。まだ。実はここデザートのサービスもあるんよ。アイスクリーム。2種類の味がある。俺は一生懸命アルバイトも始めてしまう。ソッチョン古墳駅から徒歩10分ほどで行ける手地カルビ屋さん。アルバイトの成果もあってここでも欲張りの2段重ね。何気ないこういうサービス嬉しいよね。炭火の香り、柔らかいお肉、そしてサービスの冷麺まで。アイスも食べながら、いやー大満足やー。今日もなんだかんだで食べ過ぎた。そんな俺の目の前にサーシビチョンイルグオ。これは 42.195 ですね。そうか、しゃあない。フルマラソンでも走るか。あかん、危険します。僕このまま走ったら数時間後古墳の中に埋められてしまうかもしれんなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモコすんだー。